人形。暗がりにほのかに浮かぶ人型の異形。その物言わぬ佇まいと遠目からでもわかる作りの美しさが事の異常性を一瞬だけ漂白し、伸びる伸びる伸びる。そのあまりの未知に青子の思考は停止した。避けるという選択肢が浮かばない。人間は知識があるゆえに初めて見るものに鈍感で、青子の口から悲鳴がこぼれる。10メートル以上の距離を無視した魔の一撃。奥の通路に現れた彼女の腕は細く速く、どこまでも長く伸び、青子の背中を打ち捉えた。青子は壁に衝突しつつも苦悶の声を飲み下すか。一方、伸びきった腕は速やかに彼女へと戻っていく。青崎。宗十郎はすぐさま立ち上がっていた。手足をついて咳き込む青子に駆け寄ると力任せに立ち上がらせ、その軽さに少し戸惑う。宗十郎にとって青崎青子は普段から凛としていて中身がギュッと詰まっているイメージだった。だからきっと触れた時は自分なんかより確かな力強さがあると思ったのだ。けれど実際は45キロ程度の少女として当たり前の重さだった。一方、どのようなからくりか彼女は伸びきった腕を収納していく。10メートル以上伸びた腕、何倍にも増設された肘関節がカシャンカシャンと元の大きさに戻っていく。大丈夫か。やめてよ。わからないわ。なんでそんな顔できるの。つぶやきながら宗十郎の手から離れる青子。途端ガクンと膝から倒れ込んだが、彼女が膝をつくより早く宗十郎は肩を貸して立ち上がらせていた。無理するな。で、あいつは知り合いか。宗十郎は10メートル向こう、不気味に佇む人影を見据えている。伸びきった腕はあと少しで完全に収納されようとしていた。そうね。似たようなやつとは命をせめぎ合った仲よ。青子は答えながら自分の背中に指を這わせた。途端火で炙られるような痛みが走る。でも痛いっちゃ痛いけど、打撲だけ。あれだけ絶好の奇襲をしておいて、それともこの距離じゃ当たっても致命傷にならないなんてあるわけないか。何か別の意味があると見るべきね。背中のダメージを測りながら乱れた呼吸を整える青子。痛みも呼吸もすぐに収まった。あくまで今のところではあるが、運動機能に支障はない。となると深刻なダメージと言えるのは、青崎、あれ。分かってるわ。黙ってて。薄闇に青い光が灯る。青子の呼吸に連動して生成された魔力がその右腕に集められる。魔力が燃料なら術式は点火装置だ。青子にとってこれは2日前の夜の再現に過ぎない。あの人形が腕を伸ばしてきた時、最速で術式を走らせ生成した弾を弾く。およそ10メートルの格闘戦。生死を分かつクロスカウンターだが、2秒の隙間があるなら青子でも合わせられる。
彼女が動く。うつむいている顔は見えず、この距離、この暗さでは肉体年齢も判別できない。青子たちにとって人形は未だ正体のない亡霊と変わらない。キリキリと音を立てて左腕が持ち上がる。緩慢な関節が錆びきったような動作。先ほど伸びた腕は下げられている。薬と長い髪に隠れた口元が笑った気がした。さっきと用途が違う。あれが本命。しずきくん、どいて。直子が宗十郎を突き飛ばしつつ右手をなぎ払うのと、彼女の左腕が伸びるのは同時だった。タイミングは完璧。1秒の差で青子のスナップは人形の腕に直撃し、その軌道をずらしながら敵本体に炸裂する。肝心の魔術式が駆動すればの話だが、打ち出された腕を紙一重でかわす青子。魔術は発動しなかったが、相手の攻撃をかわせたのはここ一番の勘の良さか。やられた。最初のはそういうことか。こんちくしょうとかがみつつつ、青子は思考を巡らせた。せるべきか、引くべきか。残る腕は一本。人形の腕は巻き戻しに時間がかかる。言うまでもなく後期、やるなら今。逃げるだけならもう一度ギリギリでかわして、とにかく近づいてしまえば。 Vivo in somni, solitare futurisque inferis. Ictius meus obitus dies, et meus nativus dies, Teobeam。私は眠りの中で生きている。一人きりで土の上で一人きりで土の中で腐っていく。今日は私の命日であり誕生日だ。さあ、あなたに会いに行こう。ガサついた音がこだまする。渋めいたささやきは魔術師なら知覚できるほどの魔力の残り火だった。歌い文句こそラテン語だが、ところどころにガンドの韻が含まれている。本来なら憎い相手を呪う言葉。それを Mea animae mortalis, autem mea futura negata sunt. Manes sum, animam definire ambiguum est. Teodi et te am, conveniamus insomnio ipso。私の命は不滅ですが、私の未来は殺されました。私は亡霊です。生命の感情はあやふやです。憎らしい、愛おしいあなた、どうか夢で会いましょう。確かに呪いの言葉やな。それをあの人形は自分自身に向けていた。呪いは呪いを生む。被害者は被害者を呪い返すことで負の連鎖を回していく。あのガンドはそのサイクルを利用したものだ。栄唱か。あの栄唱はそのサイクルを利用したものだ。ただしあくまで一人芝居。自家中毒にも似た異例の動力源。信じがたいことだが、あれは呪われることで一定の動力を維持し続ける永久期間。すごいよな。なんかそれってやっぱすごいよな、発想が。何それ、レベル高すぎじゃない。人間でいうところの自分で血液を、自分でその酸素や血液を自前で用意するみたいな。青子は徹底抗戦の選択肢を切り捨てた。反撃はせず最速で体を翻す。何してんの、あんたも来る。急展開に置いてけぼりだった宗十郎の手を取って青子は全力で鏡の国の奥地へと走り出す。
二人の背後にはなお続くひび割れた声。 Proximi mich negligentes ferunt, omnes nos peccantes fims, et omnes nos edem fims, omnes nos peccatores sums. Venite domum meum, lut simile somnium, et pulvere simile quotidianum, corruptible. 隣人は私に無関心でした。私たちは誰もが罪深く、同類でした。私たちは罪人です。私の家にいらっしゃい、泥のような死よ。塵となってささやくこの胸を去った心臓をえぐり出して。すごいな。人を呪わば穴二つって言うけど、その呪いを自分自身に向けたら、その穴を自分の中で連成し続けれるわけやからな。永久期間ってまさにやな。 Te judico. お前に死よ。すごいな。青子は背中の痛みに耐えながら鏡張りの通路を走る。その手に引かれておまけ状態の宗十郎も走る。青崎、傷は？別に背骨がしびれてる程度よ。内臓は平気だし出血もないみたい。肝心の回路はズタズタだけどと内心つぶやく青子。宗十郎と違い、青子は透明の壁にぶつからない。目がいいのではなく、ミラーハウスの構造を頭に叩き込んでいるからだ。平気ってわかるのか？そりゃ自分の体だもの。身体管理は基礎中の基礎よ。恐る恐る尋ねる宗十郎とつまらなさそうに答える青子。左曲がりの回廊はだんだんとその直線距離を短くしていた。先ほどまではまっすぐに30メートル。今では15メートルほどで曲がり角に突き当たる。あいつはあの夜の。多分ね。同じタイプだと思う。貴重なオートマタを惜しげもなく使い捨てるなんて、よっぽどお金持ちなんだろうけど。むと眉間にシワの宗十郎。質問にきちんと答えてくれるのはありがたいが、聞けば聞くほど聞き慣れない単語が出てくるのは困りものだ。青崎、ストップ。もう随分走ったぞ。あいつは曲がり角一つ分向こうだ。少し休もう。青子の傷を気遣って声をかける。しかし彼女は不機嫌そうに首を振った。あの距離を狙ってくる相手に通路一つ分のリードは無意味よ。せめて二つ分に行くまで走るの。なるほどとうなずく宗十郎。とそれはともかくとして、なんで俺を連れて行ってるんだ？逃げられたくないからじゃない、バカ。実に簡潔な返答をしつつ平和ボケした獲物をむっと睨む青子だった。二人はさらに先の曲がり角へ。通路二つ分のリードを取ってようやく足が止められる。青子は息を整えながら背中に手を当てた。先ほどは全然平気と断言した青子だが、どうも強がりだったらしい。なぜなら空気の読めない宗十郎にもわかるぐらい空気が重い。そんな青子の後ろでさてと腕を組む宗十郎。鬼の犬間になんとやらで、この隙に彼は彼なりに現状把握などにトライしてみた。まず自分は青崎青子に殺されかけた。
あわやというところで助けが入ったが、割って入った人形は2日前の夜、青崎によって燃やされた機械腕が伸びる人間だった。よく見えなかったが、とりあえず女性っぽかったので彼女と呼称する。その彼女の攻撃で青子は背中を負傷し、一旦逃走。その際、なぜか宗十郎の手を取ったが、それはどさくさに紛れて獲物が逃げ出すのを阻止するためとのことだった。つまり、青崎はまだ諦めてないんだな。当たり前よ。あんなやつ、仮に2体と半分始末しても、あんた用の余力は残せるわ。などと啖呵を切る青子の表情は素人目にも厳しい。彼女の体のダメージは無視できるものではなく、状況は楽観できるものではない。だが彼女の目に秘められた劇場がその一切を否定する。中がところどころショートしてる。あの右腕は回路を混戦させるジャミングってわけね。本来ならピンチに震え上がるところだが、青子の拳を震わせたのは怒りだけだ。術式妨害なんて初歩の初歩、駆け出しの半人前にしか通じない。彼女の同居人レベルなら、あんなジャミングはそれこそ腕が触れた時点で弾き、接触しようとした相手の回路を逆に焼き切ってしまうだろう。このように他の魔術師と回路をつなげようなんて行為は自分の心臓を差し出すに等しい。卓越した魔術師同士の術理戦において何の役にも立たない打機能だ。なのにあの敵にはそんな余分な機能が備えられていた。ここ数週間の岬の管理地をめぐる戦いっぷりから出た敵の結論。2日前、正式に魔術師として踏み出した彼女に対する評価がそれ。要するに、あの敵は青崎青子を完全に舐めている。敵ながら正確な判断だこと。怒りはそのままに浮き足立つ劇場を冷却する。17歳の少女には似つかわしくない達観した狩人の顔。なんか俺の時より真剣だな。まあね、あんたの時は遊びが入ってたし。喜んでいいのか悲しんでいいのか、宗十郎には難しい返答だった。わからないことだらけで何を聞いていいかわからないんだけど、一つだけいいか。青子は答えず、目の前の闇を見つめている。沈黙は重く、まとわりつく闇は締め付ける真綿のようだ。それでも完全に自分をないものと扱う青子に臆さず、宗十郎は続けた。青崎はあいつも殺すのか。粛々とその行為を暗闇から引きずり出すように。返事はない。薄影の廊下に二人の息遣いだけが響く。罪を問いかける宗十郎とそれを無視し続ける魔法使いの少女。凍りつくような数秒の後。そう。それがあなたのキーワードみたいね。抑揚のない声で青子はつぶやいた。観念したようにも軽蔑したようにも取れるため息をこぼしながら。何？独り言よ、忘れて。それと言っとくけど、あいつは人間じゃないわ。信じられないだろうけど、自分の意志で動く人形なの。この前のも今のやつもね。ふーんと素直にうなずく宗十郎。青子の話を信じないどころか納得さえしている風だ。
なんか落ち着いてるわね、あなた。まさかもう何が何だかわからないからあまり考えないことにしてるだけだ。ただ人形に関しては別にどうということはない。もしかして他でも自動人形を見たことあるとか？都会の人形ってああいうものじゃないのか？いいなあ、この状況においても宗十郎は宗十郎だよ。見たことあるような光景だな。バタリと倒り込みたい衝動をギリギリでこらえる青子。ちょっとまともに相手した自分が、ここまで来るともうあれだよね。まともに相手した自分がバカらしいっていう跳ね返りになるよね。そうなのだった。この神がかったホウケモノはそういう男なのだった。天然保護動物並みに隔離された山奥からの転入生で、常識外れの常識のなさで、見るものすべてが奇想天外という異邦人。自動車という鉄の塊が動くなら人形だって動くと思っても不思議ではない。なのでもしかしたら彼にとってあの夜の出来事は特別なことではなく、都会ではよくある風景として誰に言いふらすようなことではなかったのかもしれない。参った。いっぺん頭の中覗いてみたいっていうか、ほんとここまで来ると感心するわ。調子が狂うのも当然だった。普通は私に襲われた時点でもっと違う反応をするはずなのに。化け物とかお化けとかさ。でもあなたにとってはそういうこともあるで済まされてたわけなんだ。なんかバカみたいね、私。すべてを察したな。張り詰めていた彼女の顔が一瞬だけ元に戻る。そう。それならもっと違った方法で誰も傷つかずに済む選択肢があったかもしれない。けれどもう遅い。基本人生にやり直しはない。あってはならない。些細な勘違い、勝手な思い込みで状況は悪化しすぎた。ここまで関わった以上、彼女は宗十郎を手にかけて秘密を守らなければならない。本当はもう一つぐらい最善の選択肢があっただろうけど、後の祭り。所詮人間の関わり合いなんて相互誤解で回るもの。糸の組み違いで転がっていく織物だ。休憩はここまで。青崎青子と静木宗十郎。二人が自己紹介を交わした日以来の何でもない会話はここで終わり。彼らの心情とは関係なく、曲がり角の向こうから耳障りなささやきが聞こえてくる。Nemo nus memnit, vidroit extinct sest. Initio eraberamus dom brevimus dolores sunt. Nemo adiuvat. 私のお葬式はもう誰も覚えていません。悲しむ人も消え去りました。始まりから私たちは間違えていました。生きているのは苦しいです。誰か私を救ってください。合わせ鏡に曲がり角の向こうの敵が映る。悠長に話してる場合じゃないわね。とにかく今は距離を。青子の鮮麗な青色とは違う怨恨を思わせる赤い光。ガンダ打ち。伸びる腕よりも速い一瞬の閃光がはっきりと敵の姿を視認した時点で沈みかけていた青子の感情も一瞬で再燃した。さっきから邪魔なのよ。行き場のないありったけの怒りをぶつけて彼女の右腕が突き出される。
展開された霧は魔術によるものではなく、魔力をぶちまけただけの障壁だ。飛来する一本の矢の威力を削ぐためにバケツ3杯分のガソリンを燃やして壁を作るようなものである。これが人形の腕であったのなら、魔力の壁はたやすく突破されただろうが、実像のない呪いだからこそ魔力の壁に弾かれる。膨大な魔力の無駄遣いだが、今の青子にはそれしか防ぐ手段がない。が、それを守りきれるのは青子だけだ。血を抑える操縦郎。青子には影響を及ぼさないほど小さくなった呪いでも、魔術師ではない操縦郎には十分な効果がある。それが理解できるのか、人形は青子ではなく、その背後にいる予定外の人間に視線を向けた。こいつは関係ないでしょ。カッとなってもう一度腕を振るう。わずか数秒、青い輪光でいいのかなはガンドを防ぐ障壁となる。その隙、壁を張ったばかりの青子の顔を指さすように人形の右腕が突き出され、関係あるみたいだから逃げるぞ。死のロケット弾が放たれる前に操縦郎はひょいっと青子を抱きかかえた。どこにそんな力が残っていたのか、操縦郎は人形に背を向けて走り出した。軽快なスプリンターか岩肌を飛ぶ鹿のようだ。操縦郎は曲がり角を2つ越え、何か文句を言いたそうな青子を無視して、もうじき2階の中心というところで足を止めて青子から手を離した。よし、ここまで来れば少しは休めるな。ふうと肩で息をする操縦郎。いくら軽いとはいえ、人間一人抱えて走ったので息が上がっている。その顔を青子は理解不能とばかりに見上げている。こんな体力あったのに、なんで？道理に合わない。自分を抱えて走れるだけの体力があったのなら、床に倒れたあの時、まだ立ち上がって逃げられたはずなのに、と。ああ、あの時は諦めてたから。取り繕いのないさっぱりとした言葉。一刻一命を争う状況だ。普段のぼんやりとした雰囲気はさすがに薄くなっている。諦めてたってどうして？さあ、忘れた、そんなことは。唯一の後悔。言いたくないと顔を背けるものの、律儀に操縦郎は答える。その横顔は青子にはなんだか痛かった。それより青崎、唐突に気分が悪いんだが、あの赤い光も、ええ、魔術の類よ。ガンド打ちって言ってね。北欧の呪詛の一つ。魔術回路のある私には効かないけど、抵抗のないあなたには効果てきめんみたいね。なんだ、青崎には効かないのか。じゃあ、危ないのはあの腕だけだな。なぜかほっとする操縦郎に、青子は奥歯を噛んで突発的に声を抑え込んだ。こんなところで怒鳴っても仕方がないし、何よりどうして今自分が最高にイラッときたかなんて言語化したら、それこそ何もかもどうでもよくなってしまいそうだ。そうね。注意するのは伸ばしてくる腕だけ。大した相手じゃないわ、やっぱり。嘘偽りのない感想だった。普段の青崎青子なら問題のない相手。ただ目も当てられない油断から魔術回路に介入されて、自分がさらに大した相手じゃなくなっただけの話。今の青子には攻撃手段がない。こうなると相手の魔力切れを待つしかないのだが、相手は呪いの永久期間。この追いかけっこはどちらかが生き絶えるまで終わらない。
まるっきりさっきの自分たちのようだと青子は自重する。右腕をちらりと見る。魔力残量はまだ半分以上もあるのに、この低たらくとは。面白がって宗十郎を追いかけ回したツケがこんな形で回ってきた。呆れた。いるところにはいるものね、神様って。一人愚痴って青子は意識を切り替える。弾こそ撃てないがまだ燃料のある自分。尽きない動力で永久に追いかけてくる殺人機構なら取るべき未来は明白すぎる。あとはいつもの自分に戻るだけだ。青崎、ごめん、考え事してた。確か、よし、合ってる。しずきくん、そこに横道あるのわかる？あ、青子が指さした先はどう見ても通路の壁で横道なんて見当たらない。そもそもこのフロアは左に曲がるだけの作りで、青子が示しているのは右側に抜ける道だ。2階は中心まで行くと1階に降りる階段があるんだけど、それは私が壊したから使えないの。けどここの作りも意地が悪くてね。よく見れば右に曲がる通路もあるのよ。上級者だけにわかる抜け道ってやつ。あとは注意して探せば1階の階段までショートカットできる。悪いけど一人で行って。青子は宗十郎に背を向けて歩き出した。逃げ道である右に抜ける通路とは逆の人形が追いかけてくる長い通路へと。あいつは無差別だからここで壊さないといけない。魔術師は魔術師同士で争うのはいいんだけど、みだりに一般人に手を出しちゃいけないって決まりがあるの。あいつの目的は私のわけだし、結果がどうあれすっきりするでしょ。青子が勝てば人形は壊れる。青子が負けても目的完了ということで人形は停止する。どうあれここで別れれば宗十郎は無関係のまま生還できるということを青子は言っていた。事務的にあくまで他人事のように。運が良ければ入り口までたどり着けるわ。それじゃあまた明日ね。強がりであるのは宗十郎すら感じ取れた。けれど止める間もその必要もなく、彼女は曲がり角に消えていった。